はい、皆さんこんにちは。こちらのロードスピリットミニ四駆の漫画ミニ四キングの工藤モータが使っているマシンということもあって、漫画がね始まってミニ四駆をね始めるっていう方もね増えると思います。そしてシャーシの方は VZ シャーシ最新シャーシということもあって、結構ねこの VZ シャーシが搭載されているキットっていうのも多く発売されています。これからミニ四駆を始めるっていう方、 VZ シャーシからね入る人多いんじゃないのかなと思って、こんな感じでね、とりあえず素組みでライトダッシュモーターを積んだマシンを作ってみました。このマシンをねじっくり今後カスタムしていきたいと思います。まずはねポン付けでできるような感じなんで BMAX レギュにのっとってねカスタムしていくのが分かりやすいのかなと思います。一人で頑張る VZ シャーシカスタム第1弾として、こういったグレードアップパーツ、この辺のものを取り付けていきたいと思います。まあいろいろあるんですが、まずは 1.4mm 中空軽量プロペラシャフト、そしてカーボン強化ギア、これはクラウンギアを交換していきます。カウンターギアのシャフトをフッ素コートギアシャフト、こちらに交換して、カウンターギアには620ベアリング、これを搭載していきたいと思います。こう見ると結構パーツ点数多いなと思われるんですが、これらのパーツとこういったねカウンターギアとかスパーギアがセットになったねパーツセットっていうのがあります。基本的にはねそれをね買うのがコスパがいいかなと思います。 AR シャーシセッティングギアセット、 AR シャーシと書かれているんですが VZ シャーシでも使えるセットパーツになっています。そして軸受けの方を HG 丸穴ボールベアリング、これに変更して現状 3.5 対1の超速ギア、これが入っているんですが、この状態とパーツを交換したらスピードがどれぐらい変わるのかというのを確認していきたいと思います。もうこんな感じでね素組み状態、しかもグリスも塗っていない状態ですね。ということでまずはサクッとねグリスを塗ってスピードをチェックしていきたいと思います。はい、グリスの方が塗り終わりました。あとはね電池の電圧を 3V に統一して測っていきたいと思いますので、そちらの調整をしていきたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。これで素組み状態ライトダッシュ 3.5 対1超速ギア、この時のスピードを測ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。アベレージが 21.44、 トップスピードが 22.48。 素組みの状態のスピードが測り終えたので、これらのグレードアップパーツを取り付けていきたいと思います。取り付けに関してはね特にポン付けなので注意するところはないんですが、一つ言うとすると、このカーボン強化ギア、こちらねクラウンギアがランナーとこんな感じでくっついているので、この切った時にこんな感じでねランナーが残らないようにカットしていただければなと思います。これがね引っかかっちゃったりとか悪影響をね出すこともあると思うので、こういった処理はしっかりやっておいた方がいいと思います。こんな感じですね。ではねサクッとパーツ交換の方はしていきたいと思います。このねベアリングとかも脱脂せずに使っていきたいと思います。はい、交換の方が終わりました。こんな感じですね。カウンターギアのシャフトもフッ素コートギアに変えて、中も620ベアリングに交換しました。で一つ言い忘れていたところがあったので、そちらをご紹介しておきたいと思います。それがこの HT 丸穴ボールベアリング、取り付けるホイールによってはこういったベアリングワッシャー、これを間にかませて取り付けます。でこのエースポークのホイールはこう分かりますかね、ちょうど段差がこうあるので、
これがベアリングの内側の方に当たって抵抗にならないので、こういったタイプのホイールはこのまんま取り付けて大丈夫です。ただこんな感じのバツッとね切ってあるタイプのホイール、この部分がですね、こういったホイールを使うときはこういったベアリングワッシャーをかまして使っていただければなと思います。今回はエースフォークのホイール、段差があるホイールなのでベアリングワッシャーの方は入れてないです。はい、これでグレードアップパーツの取り付けが終わったので、あとは電池の電圧を 3V にしてまたスピードを測ってみたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。これでどれぐらいスピードが変わるかですよね。はい、こんな感じです。アベレージが 20.30、トップスピードが 20.89。はい、ということで今回は素組み状態、キットに付属しているパーツからグレードアップパーツに交換してスピードが変わるのか見てみました。そしたらなんと遅くなりました。素組み状態はアベレージの方が 21.44、トップスピードが 22.48。そこからグレードアップパーツに交換したらアベレージが 20.30、トップスピードが 20.89。どちらも1キロ弱ぐらいスピードが落ちました。カーボンギア強化の方がこの刃自体がちょっとね丸くなっているんですよね。これこんな感じで刃がちょっと丸いんですよね。こっちのピンクの方が鋭くなっている。結構ね微妙な違いっちゃ違いなんですけれども、比べてみるとこんな感じですね。この形状の違いがスピードに出たっていう可能性はあると思うんですよね。このねクラウンギアはねどっち使うのか結構悩みどころで、このギザギザの刃に関してはピンククラウンギアの方が弱くてよく欠けるんですよ。カーボン強化の方が丈夫なんですが、僕の走らした感覚で言うとこの六角穴はカーボン強化の方が弱くてすぐ舐めるイメージがあるんですよね。だからどちらにしろ強度的なところで考えて交換頻度で言うとそこまでね変わらないかなと思うんですよ。値段的なねコスパで言うとねピンクの方がまとめてね買えるのでコスパはいいです。これがね原因なんじゃないのかなと思うので、気になったらやるしかないですよね。現状グレードアップパーツを取り付けた状態でクラウンだけをピンクに交換してみたいと思います。はい、ピンククラウンに交換が終わりました。これでねスピード戻るかですよね。あとはね電池の電圧を 3V に調整して測ってみたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。これでねスピード戻るんですかね。いや気になってしょうがないですね。この検証はね僕も初めてですね。はい、こんな感じですね。アベレージが 21.21、トップスピードが 22.01 キロ。はい、ということでグレードアップパーツを取り付けてクラウンギアだけピンクのクラウンギアに戻してスピードの方を測ってみたんですが、素組み状態キットに付属しているギア類を取り付けた時の速度までは戻らなかったですが、カーボン強化のクラウンを取り付けていた時よりはスピードは上がりました。アベレージもトップスピードもだいたいね1キロぐらいスピードが戻ったので、このクラウンがかなりねスピードにおいて重要なことが分かりました。これがねいいのか悪いのかというのはね今後の多分マシンのセッティングとかによっても変わってくると思うんですが、現状はねグレードアップパーツそしてピンククラウンギア、こちらの方がねまだスピードは出ていましたね。ってなるとね気になるのこれですよね。
プロペラシャフトも実はノーマルの方がいいんじゃねえか説。ということでね、また元に戻してスピードを計測してみたいと思います。はい、プロペラシャフトをノーマルのタイプに戻しました。これでね、どうなるかですよね。とりあえず電池の電圧を 3V に調整してスピードを測ってみたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。これでね、スピード戻るんですかね。そしたらギア類交換しなくていいんじゃねえかって感じになっちゃいますよね。はい、こんな感じですね。アベレージが 20.79、トップスピードが 21.99。はい、プロペラシャフトをノーマルのものに交換してスピードを測ってみたら、若干スピードが落ちましたね。と言っても誤差範囲ぐらいかなっていうところなんですが、アベレージの方は 0.4 キロぐらい落ちているので、プロペラシャフトに関してはこちらのグレードアップパーツ 1.4mm の中空軽量プロペラシャフト、これでもいいのかなと思うんですよね。かといってノーマルもそんなに悪くない感じがするので、この辺の選択はね、難しいですよね。とりあえずスピードが今回高かったこちらの 1.4mm 中空軽量プロペラシャフトに今回はね、交換しておきたいと思います。いや、皆さんいかがでしたでしょうか。グレードアップパーツに交換したらスピード上がるもんだと思っていましたよね。僕もね、そうなると思ってこの動画を撮っていたんですが、実際は1キロ弱下がるという結果になりました。主な原因はこちらのカーボン強化のクラウンギア、これを交換することで1キロ近くスピードが戻ったので、速度低下の大きな割合を占めているのはこいつでした。ただこのクラウンギアに関して、このカーボン強化とピンククラウンのギア、どちらがいいのかというと、すごいね、難しいところで、今回のこの素組みの状態だったらピンクギアの方が良かったという結果になっています。これがね、ギアの位置出しとかそういったのを知っていると、もしかするとこっちの方が全然速いっていう可能性は出てくるので、一概にね、どちらがいいとは言えないんですけれども、参考にしていただければなと思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ピンククラウン戻して速度が1キロ弱ぐらい戻ったんですが、素組みの状態からはまだね、少しだけね、速度低下が見られました。その原因はね、ベアリング、これかなと思うんですよね。このポム製のベアリング、めちゃくちゃね、優秀なんですよ。すごいね、よく回るんですが、プラスチックということもあって摩耗が早いんですよね。で、今回ベアリング類は脱脂とかしていないので、ちょっとね、抵抗の方が多くて、それが原因なんじゃないのかなと思っています。次回はベアリングを脱脂して脱脂前とどうスピードが変わるのか、この辺ね、見ていきたいと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。